です。今日も一日お疲れ様でした。さあ、今夜はですね、コメント欄でリクエストをいただいたお話をしてみたいと思います。題して私の出産エピソードということなんですけども、実はこの番組チャンネルを見てくださってる方の中でなんとなく妊婦さんとか私のように第一子をね出産して育児に奮闘されているお母さんとかそういう方が増えてきたなっていう印象があります。実際に蓋を開けて全ての視聴者さんを見れるわけではないので私の感覚なんですけど、そんな気がしてます。で、嬉しいことに今妊娠もう8ヶ月くらいになられたのかな、それくらいの妊婦さんからいつも見てますっていうコメントと一緒によろしければ私の出産エピソードを聞いてみたいですっていう声をいただいたので、今日はちょっと話してみようと思います。で、最初にちょっとお伝えしておくと、出産エピソードって人によってはすごくグロテスクで怖いとか、やっぱり痛いってね感じちゃったりとか、ちょっと不快な思いに、なっちゃったりとかっていうことがある可能性があるので、苦手な方はここでちょっと見るのをストップしていただく方がいいかもしれないです。で、あともう一つは、私自身そうだったんですけど、本当にお産って想定してなかったことが起きたりとかするので、あんまりイメージを持ちすぎないというか、これが絶対的なね自然分娩だったんですけど、自然分娩の形だとか思うことはされない方がいいかなと思います。本当に100人いたら100通りのお産があると思いますし、本当に100人いたら100人分の性格があるのと同じように違うので、なのであくまでも一人のね私の経験お産っていう形で客観的に聞いていただけると嬉しいなと思います。ただその中でも私がしておいてよかったなとかしておけばよかったなとか、あとは助産師さんにね言われて聞いて面白いなって思ったことについて話してみたいと思います。出産から1年半以上経ったので、当時助産師さんが言ってたことってこういうことだったのかなってね思うこととかもあったりして、出産直後にも私インスタグラムに出産の話を書いたりポッドキャストで話したりとかしたんですけど、一切それをもう一度見ることもせずに、あれから1年半経った今どういう記憶が残ってるのかっていうようなねことを、そして今どう感じてるのかっていうようなことをお話しできればなと思っています。はい、じゃあちょっと前置きが長くなってしまったんですけど始めたいと思います。私が出産をしたのは2020年の2月のことです。で、予定日より1週間ぐらい遅れて生まれてきました。で、予定日が過ぎた時点で週にその時一度かな、もう臨月に入ると確か検診って週に一度になるんですけど、まだね赤ちゃんがね出ようとしてないと、いわゆる赤ちゃんの入り口になる子宮口っていうのがまだ1センチしか開いてないねって言われたんです。で、私1センチ開いてればその後どんどん開くものかと思ってたんですけど、全くそんなことはなく1週間経っても特に進捗がありませんでした。で、ちょうどその日が私病院で出産をしたんですけど、病院って祝日お休みじゃないですか。祝日の前日の検診だったんですね。で、先生にじゃあちょっと明日祝日のうちに入院をして1日ちょっとゆっくりして翌日に鎮痛促進剤を打ちましょうって言われたんですね。で、
で、私はできることならばそういうお薬を使わずに産みたいなと思っていたので、こうちょっとね残念な気持ちはありました。今思うとね、どんな形であってもね、母子ともに健康だったら本当にこれ以上幸せなことはないなって思うんですけど、当時の私はお産を曲がりなりにも自分で勉強してて、こういう出産になったらいいなっていうのを思い描いてたんですよね。だからこそ、そっか、自然に出てきてくれたらよかったなって思ってました。で、なんとなく寝る時に前屈陣痛って言って、本格的な陣痛じゃないんだけど、赤ちゃんがそろそろ出てきそうなね気配だよっていうような、なんか軽い陣痛とかねあったような気がして、その度にもうこれは陣痛かなとか言って、アプリで陣痛の感覚を測るっていうアプリがあるんですけど、それ使っても収まっちゃったみたいな感じで、前日もそんな感じでした。で、入院もね誰もいない病院、祝日なので静かな病院に行きました。で、そこでまずねお昼ご飯を食べて、でお昼食べ終わったらバルーンを入れましょうって言われたんですね。陣痛促進剤は翌日先生にお医者さんに入れてもらうんですけど、その前に子宮口を広げるね、ここからちょっと怖いかもしれない、広げるために、私も実物見てないからわからないんですけど、そこに物を入れてね子宮口を大きくするっていう、そういうものを処置をしましょうって言われたんです。で、その話はバルーンの話は5ヶ月か5ヶ月くらい前に出産した友達から聞いてたので、これかみたいな、結構痛いって聞いてたなって思ってちょっと怖くなりました。で、処置室ってところに行って入れてもらったんですね。で、まあ痛くて、でその後、ベッドに戻って、コロナが広まるほんと直前だったので旦那と話をしながら過ごしてました。そしたらあれよとむちゃくちゃお腹が痛くなってきたんですね。ただ私も初めての経験だから、これがただの腹痛なのか陣痛なのかがわからなかったんです。もっとわかるものかと思ってたので、急いでトイレに駆け込んでしばらく引きこもってました、トイレに。で、本当に普通にねお腹が痛いっていう感じなんですよ。で、ちょっと汚い話になりますけど、出せるものは全て出して、それでもやっぱお腹痛いんですね。で、幸いにも私の病室がトイレに一番近い病室で、もうねずっとトイレ行ってましたで、ろくに旦那とも話をせずに、明日ねお産になるっていう話だったので帰ってもらいました。で、夕方の食事が出て、夕方の食事もすごいヘルシーなね、すごくカロリーを抑えてあるような栄養バランス重視したね食事が出されて、だけど結構カロリーは800ぐらいあったのかな。で、それ写メ撮って旦那にね、これで800なんて信じられないよねとかいうくらい余裕がありました。ちょいちょい痛いんですけど、でもトイレに行ったのもあって、満足して、やっぱりこれは陣痛じゃなかったのかな、でもまだ痛いなみたいな感じで夕方を迎えました。そしたら夕方になったら担当の助産師さんがね、最初は点滴用の注射をしてくれる助産師さんがいらっしゃって、でその方と多分夜勤で交代になった助産師さんかながN さんって言います。 N さんが来てくださいました。で、元気よくね挨拶をしてくださって、明るい方だな、よかったなと思いながら寝ながらお話をしていたら、私の顔色見て、もうちょっと移動しましょうって言われたんですね。なんでですかって、今からお風呂じゃないんですかって言ったら、もう今日は入れませんよって言われて、どうしてっていうね顔したら、ちょっ
とあなたのほてった表情から今晩生まれそうな気がするからって言って、分娩台のある、オペ室みたいなところの隣に、何室って名前だったっけ、もうすぐ生まれそうな妊婦さんたちが待機する部屋が一般的な病院だとあるんですよ。でそこまで歩いて行って、でお腹の赤ちゃんの心音をね聞くための装置とかいろいろつけて、で助産師さんと話をしながら夕飯食べながら夜を迎えました。ただね、なんか収まってきちゃって、陣痛が今夜生まれるかなって思ったけど、ちょっとまだかねみたいな話をしてたんです。で、N さんがすごい雑談上手な方で、私をリラックスさせてくれるためにね一生懸命お話をしてくださってたんですけど、こういうね病院は私もう何個目かなのっていう話で、結構年配の方だったんで人生経験が豊富だったと思うんですけど、私立の超セレブたちがこぞってくるような病院にも行ったことがあるんだけどって、働いてたことがあるんだけど結構お給料安くってさみたいな話から、本当のお金持ちって性格がいいんだけど中途半端なお金持ちってすごい性格悪いんだよねみたいなね、何の話だろうみたいな世間話をしながら過ごしてました。でその間に、旦那にこういうとこに移動したから今晩生まれるかもしれないとか、LINE も本当に普通にできるくらいたまにいたたたたみたいな、そんなレベルで、なんかね夜、その時8時ぐらいだったんですけど結構余裕でした。で隣のなんか壁の上の部分は空いてる隣の部屋では、私よりもっと先にねこの部屋に入った妊婦さんがいらっしゃって、で旦那さんも付き添ってる感じで、陣痛って波があるんですけど、その痛い時の波が来る時にその旦那さんにくる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 って教えてあげてて、もう激しいんですけど、で旦那さんがおそらく察するんでしょうね、腰とか。そしたら違うって、そこじゃない、もっと上ってすっごい指導してるんですよ。なんかもうそれを聞いてたら旦那さんがかわいそうになってきちゃって、本人は多分一生懸命やってるんでしょうけどすごい叱ってるんですね。なんかそのやりとり聞いてたら嫌に冷静になる自分がいて、で確かにだんだん痛みは強くなってきて、本当にね腹痛生理痛みたいなそんな感じの痛みで、ふーってその時に息を吐くっていう練習はしてきてたので、ふー痛みがどっか行ったみたいな、そんなのことを繰り返してました。ただ子宮口って言って、そのさっき言った赤ちゃんの入り口はまだ4センチぐらいかなしか開いてない。でも4センチくらいまで行くとこまでが結構早かったので、お医者さんとかにはむちゃくちゃ早くて痛かったでしょとかっていうバルーンをね入れた時に、私が何回もトイレに行ってたその間に結構開いたみたいで、あんまり私痛みが顔に出ないんですね。ポーカーフェイスが割と上手な方なのか、手術室に行った時に見てもらったら結構開いてるじゃんみたいになって、痛かったでしょって言われて、だから痛いって結構言ってたつもりなんだけどなとか思いながら夜を過ごしました。ただそこからがちょっと時間がかかって、でその N さんも旦那さん今来てもらってももうちょっとかかると思うよって言われて、であとあなただったら多分一人で産めるからどうするとかも言われて、ただその頑張ってる姿を見てもらうことのメリットもあるからねっていうような話で、その通り状況報告をしてました、夫に。でね、夫が来てくれたのが夜10時ぐらいだったんですね。でその時も全然会話ができて、痛くなってきたふーみたいな、そんな繰り返しだったんです。でこれが続いて生まれるのかなって思ってたら、急にカク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 って寒気がしてきたんですね。もう本当に震えちゃうぐらいガラガラガラ
です。で陣痛とかお産のイメージって暑いみたいな、疲れたとか水分とかおにぎりとかそういうイメージだったんですけど、めちゃくちゃ寒いから頭も痛いし、これおかしいなと思ってナースコールで N さん呼んで血圧を測ってもらったら、上が180かなで下も170とかかな、自分でもびっくりするくらい高いのが出て、で同時に息子の心拍が半分以下になったんですね。でこれはまずいっていうことで、その時が深夜0時ぐらいでした。で急いで酸素マスクしてもらって、ちょっと旦那さん出てくださいって言われて、いろんなね深夜帯だったのもあるし祝日だったのでお医者さんが全然いなかったんですけど、仮眠取られてたお医者さんが来てくれて様子を見てくれました。でしばらく経ったら息子の心拍は戻りました。で私は私でお産の時って病院でする場合は必ず点滴をするんですけど、もう一つの腕にむちゃくちゃ太い針で血圧高い人にね投与するお薬を入れられました。それがね辛かったかな。その注射は産んでからも丸1日外れなくて、もうすっごい痛いんですよ。それがなんかその記憶がすごいあって、そこが痛かった。その深夜からつけました。で私の薬も効いてきて血圧もちょっと安定気味になったから、ちょっとこのまま様子を見ましょうっていうことになりました。でその後どんどん痛みが激しくなってきたんですけど、今振り返るとなんかね陣痛の痛みよりも、私は赤ちゃんが降りてくる時ってもちろん降りるのってすごくパワーがいることだから、赤ちゃんの心拍も速くなるんですね。でもその音を機械が拾うんですよ、病院で産む場合で。その機械の音が怖かったです。通常はドクドクドクって感じなんですけど、降りると太鼓みたいにトン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 っていうのがすごいなんかね、それもすごい怖かったですよね。だからその音聞くとってなっちゃって、で自分もまだこれ酸素マスクしてるし、なんか喉も渇いたんですけど、帝王切開になるかもしれないから水分は取らないでって N さんに言われちゃって、苦しいし喉渇いてるし針痛いし陣痛怖いしってなっちゃって、それまで自分は準備してきたつもりだったんです。体の調子もそうだし、シミュレーションをねいくつも出産動画見ててやってきたんですけど、全部飛んじゃいました。でその時にリラックスするってことだけは頭にあって、もう本当にね息吐いてんのか吐いてないのか分かんないくらい朦朧としてきちゃいました。でそうこうしてるうちに発水が起こってパンって膜が割れる音がしました。でそれが3時ぐらい、朝方の。でもあともうちょっとだねって、もうちょっとだよって N さんに言われて、はいって言いながらずっと陣痛が来るたびに吐かなきゃ吐かなきゃっていう感じでやってました。なんかもうそこまで来ると吐いてんのか吸ってんのかぶっちゃけ分かんなくって、で朝5時ぐらいになった時に子宮口が10センチ開いたっていうことで、じゃあ分娩台に行こうって。陣痛のね波があるから生まれてくる直前ってその間隔がすっごい短くなるんですね。だからその一瞬の収まってる一瞬の間に分娩台に乗りました。で全て準備を N さん一人でされてて、祝日で人手が足りなかったのか分かんないんですけど、すごいなって思いながら分娩台に乗ってました。でその時も N さんは私をリラックスさせるために息吐くの上手だよねとかってヨガやってたとかって言われたりして、でもこっちはそんな雑談に付き合ってる余裕ないから、ヨガなんてやってませんみたいな感じで答えて、で結局でもね分娩台に乗ってか
1時間かかったんですね。思うように降りてこなくって、でそれには多分理由があって、私があまりにも血圧が高かったので、こう分娩台に乗るとふーって息を吐くんじゃなくて、もう息むっていう、もうふーんってこう出すっていうんですか、それをやっていい時なんですけど、私もそのつもりで行ったんです。やっと踏ん張れると思って。そしたら、あなた血圧高くって踏ん張ったら息んだら頭の血管切れるかもしれないから、ちょっと怖いから息吐きながら息んでねみたいなこと言われて、またそこで今までイメージしてきたものがスッて飛んじゃって、息吐きながら息むってどうやってやればいいんだろう、どういうこと、練習してませんみたいになっちゃって、で今思うとですけど、頭で考えるんじゃなくて、なんかもう自分がなんだろうな、直感にね従ってね動いてもよかったかなって今となっては思います。今だったら多分吐きながら息を吐きながら息むって言われたことは感覚でなんかわかるような気がするんですけど、当時はめちゃくちゃ頭で考えてたんで、もうわけわかんないよみたいになっちゃいました。でもう足もガクガク震えてるし、酸素マスクつけてもらってるんですけど全然苦しくって、もうなんかね意識がほんと朦朧としてましたね。で夜勤明けじゃなくて仮眠を取ってたねお医者さんもねすごい不機嫌な顔で来るんですよ。それがまた怖くって、なんかすごい寝起きが悪い方だったのかもしれないですけど、なんとなくめんどくさいそうな顔に私は見えてしまって、この人に取り上げてもらうのかとかね、余計なこと考えてました。で結局遠因切開もしたし、頭で赤ちゃんの頭をキュッてこう吸う機械も使いました。だから産んだ後は遠因切開の後を縫って、そうなんかね修理でしたね。赤ちゃんが生まれてきたと、でチラッて赤ちゃんをね見て、そしたら抱かせてくれて、すごいずっしりしてしっかりしてるなって思いました。体重はね3000なかったので決して重たくなかったんですけど、しっかりしてるな、詰まってるなっていう印象でした。でその後体重とか身長を測るために朝6時ぐらいにね夜勤明けか夜勤の方かな、他の助産師さんも来てくださって、取り上げた方とまた別の方とで対応してくださったんですけど、その時ちらって見たら手がすごい大きい子だなっていうのがすごい印象に残ってました。でその後私は糸で縫われまして、で通常ならば2時間かな、2時間分娩台で安静にするのが一般的なんですね。なんですけど私は血圧が高すぎたので、ちょっと血液検査をしてからじゃないと部屋に戻れないって言われちゃって、結局ね4時間分娩台に行ったんですよ。4時間って結構長くて、糸で縫われました。ちょっと旦那と話をします。でなんか N さんがもうその辺ね血だらけになってる方が掃除してるの見ます。いろんな人が出入りします。で一連で朝ごはん運ばれてきて、いやちょっとこんな状況で食べたくないなと思いながら朝ごはんと向き合います。で出産した報告を友達とかにします、家族とかにしますってしても4時間経たないんですよ。で赤ちゃんも旦那がまだっこして連れてっちゃって、私は誰もいない分娩室に1人2時間弱ぐらいかな取り残されて、それもなんかねまたね寂しかったし、なんじゃこりゃと思ってなんかこうイメージしてた産後じゃないけど産後直後っていうのかな、全く違ったんですよね。なんかこの状態で針は痛いし、傷口も多分これから痛くなるし、トイレも行けないし、なんかもうなんだろうみたいな、赤ちゃん隣にいないしみたいになって、
シュールだなとか思いながらね、朝の10時過ぎぐらいまでそこにいました。でその後看護師さんが誘導してくれて部屋に入ったんですけど、病室にもうすごいね、びっくりしたのがね、骨盤がずれてね、赤ちゃんが生まれるために骨が移動しているわけなんですけど、歩きにくさをまず覚えました。なんかおじいちゃんになっちゃったみたいな感じ。おじいちゃんに失礼ですね。本当にこう足腰弱っちゃって自分では歩けないみたいな、そんな感じに思いましたね。であともう一つびっくりしたのが、とにかく尿漏れがひどくてびっくりしました。産んだのであそこがもうかなり緩んでたみたいで、そんなこと誰も教えてくれなかったからめっちゃびっくりしたんですよ。で幸いにも私のベッドはトイレに一番近いところだったのですぐ行くんですけど、それでも間に合わないくらい緩んじゃっていて、だからね、これから産む方に関しては産んだ後ってなんて言うんだろう、まだあそこからねいろんなものが出てくるので、生理用のナプキンのでっかい版みたいなものをつけるんですけど、いっぱい用意してた方がいいと思います。私は用意してた10個ぐらいすぐ使っちゃって病院の売店に行ったんですけど、なんかね古いタイプのものしか置いてなくって、ちょっとつけ心地があんまり良くなかったから、多めに持っていかれてもいいのかな、あるいは必要であればすぐ買えるようにちょっと Amazon のね、なんかこうオンラインショップのカゴに入れとくとか、なんかちょっとそれはあってもよかったなって思います。はい、ちょっと以上がね、私のその出産、前日と出産当日の話になります。ちょっともしかしたら怖がらせてしまっていたらごめんなさい。でもね、今出産して1年半経って思うのは、やっぱねもう一回経験したいなということです。自然分娩になったのは一番近くていいと思ってた病院がしてなかったんですよ、無痛分娩とかで。1回くらい自然分娩を経験してみたいなっていうところもあって決めました。でこれはまた別の動画で言おうと思うんですけど、産後のいろいろ考えると今度は無痛分娩がいいなとかも思ったりするし、なんか私吉川ひなのさんが好きなんですけど、彼女の育児とか出産の話とかね、体験を聞くと自宅とか助産院、病院ではないところで産んでみるのもいいなっていう気持ちがしているんですね。で、実は産後直後もすごい大変だったし痛かったけど、なんかやっぱ赤ちゃんかわいいねって、もう一人欲しいねってポロってすぐ出ちゃったぐらい、なんかこう嵐が去った後ってすごい朗らかな気持ちなんですよね。もちろんホルモンバランスが乱れまくってるから、そういう時期とすごい落ち込む時期と明るい時期とってまたいろいろあるのが産後なんですけど、でも今思うのは別の形の出産をしてみたいなって思いました。多分ね、自然分娩でもいろんな形があると思うので、望んでいた形にならないこともたくさんあると思うんだけども、なんかもうちょっとなんていうのかな、自分のこととして捉えて準備をしっかりして、で当日を迎えたいなって思ったのと、頭で考えずに自分の持っている力と赤ちゃんが持ってるもともと生まれてくる力があるし、お母さんには産む力があるから、そこをもっと信じてよかったなって思います。私が産前に気にしてたのは、とにかく遠因切開したくないから切れないようにマッサージをしようとか、なんかどういう心持ちでお産に臨めばいいのかとか、そんな動画とかね、情報を追ってたんですけど、
それよりも自分がいかに自分らしくリラックスいられるか、そのための方法は何だろうかとか、日頃もその積み重ねだと思うんですよね。何か気になることがあって、それがストレスになっていたらトータル良くないし、それをじゃあ取り除く解消するためにはどうしたらいいのかなとか、根本的な解決は難しかったとしてもどういうことをすればバランスが取れるのかなとか、あとはもう赤ちゃんを信じる。頑張ってるのはお母さんだけじゃなくて、赤ちゃん想像したらすごい怖いと思うんです。真っ暗な参道で1人目だと、その参道もきっとまだ狭いし、時間もかかるじゃないですか。その中を勇気がないと絶対できないことですよね。出てこようって。だってどこがゴールかわからない真っ暗なトンネルを出てくるってすっごい勇気がいることだと思うんですね。だからその赤ちゃんが頑張ってるから、お母さんができるのは自分の体調管理と心のケアと、もう信じるっていうことなのかなって、自分も赤ちゃんもって今はすごく思います。だから当時はちょっとね、いろんな自分らしくないちょっと情報をたくさん追って完璧にちょっとしようとしてたところがあったなとかは思いますけど、でも当時の私は私ですごく頑張ったなって自分を褒めてあげたい気持ちでいっぱいです。でもね、冒頭に申し上げた通り、どんな形であってもお母さんと赤ちゃんが無事でいることが一番なので、それを願って望んでいただきたいなと思います。遠くからではありますけど、この状況の中でおそらく旦那さんもね、付き添いができないという方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、ご自身の力を信じて、赤ちゃんの力を信じて望んでいただきたいなと思いますし、家族をはじめ多くの方が無事な出産をね祈っているので、そのパワーを全身に浴びて臨んでいただきたいなと思います。で、ちょっとね、最初に言った N さんに聞いたね、面白い話っていうんですか、最後にちょっとお話をしたいんですけど、 N さん曰くですね、生まれた時のエピソードってその子の性格を表すよって言うんです。で、あとはもう一つ、これはお母さん、私のお母さんではなくて、いろいろと子育てを経験されたお母さんの話によると、一番最初に生まれた時に抱っこしたその時の感情、相川七瀬さんかながおっしゃってたかな、一番最初に抱き上げたその時の印象のまま育つって聞いたんです。で、その検証なんですけど、めちゃくちゃ当たってました。例えば陣痛中に息子の心拍が下がってみんな来てくれたんですよ。看護師さんも寝てたお医者さんもみんな来て総出で来てくださって、わーってなったんですよ。みんな心配してくれて、でもその後落ち着いても元気に生まれてきました。で、それをね見てた N さんがね、多分この子はこうやって人を集めるのが得意だと思うよって、アテンションを得るのが好きだと思うし、なんなら陣痛中 N さんちょこちょこ私の様子見に来てくれたんですけど、その頻度がちょっと多いなって思ってました。で、その理由を産んだ後教えてくれたんですけど、なんかちょこちょこ心拍が乱れてたらしいんですね、息子の。で、N さんが行くと落ち着くっていうことに気づいたらしくって、だからよく来てくださってたと。で、それもきっと私が例えば旦那とねずっと話してたら寂しがっちゃって僕に注目してよっていう気持ちだったんじゃないかなって。だからそういうところからもきっとこの子は注目されたい子だよって言われて、めちゃくちゃそうなんですよね。今そんな感じで育っているし、
自分が注目されればされるほどご機嫌で、逆に私が他のことにとらわれてたりするともうすっごいんですよ、自己主張が。泣いてはめいては、そんな感じだし、以前挙げたね雑談のゆる雑談の中でも8月の事件簿としてお送りをした車閉じ込め事件も、もうね、消防隊、救急隊、警察官だけじゃなくてマンションの人みんなほとんど出てきてね、こう見てました。何事かっていう感じで、見ますよね。駐車場にでっかい消防車が2台と救急車とかね、急に来るわけですから。でそういう意味でもこう人を集めるっていうのはやってるなってなんか気づきました。だから多分来年も何かあるんだろうなっていう気がしてます。でもう一つ、私が抱っこした時にずしっと重たい、しっかりしてるなっていうのと、手が大きいな、なんか手の印象が強かったんですけど、それもなんかね、その通り育ってます。私は母乳で育ってたというか、母乳の授乳をしてたんですけど、むっちゃくちゃ飲むんですね。おかげで体重すぐ減ったんですけど、すっごい吸引力なんですよ。で一回加えたら絶対離さないみたいな感じで、でもパンパンのまん丸に育ちました。密度が本当に詰まってるなみたいな、ありがたいことにそんな感じで、今も体重すごいしっかりあるしっていう、だから抱っこした感じと本当同じ印象で育ってます。であとは手がやっぱり大きくって、あと手を使ったことがすごく好きなんですよ。なんか部品を組み立てたりとか、なんか触ったりとか、手を使うことがすごい好きそうなんですよね。だからなんかね、初めて抱っこした時の感情とか感覚とかね、生まれた時のエピソードとかってその子の性格だったり、もっと大げさに言うと人生だったりをね出すよって聞いた。それは今のところ当たってるなと思いました。でちなみに私の場合は、私が生まれた時のエピソードもあるんですけど、あんまりにも泣くので、生まれた後も泣き止まなかったので、母乳をあげる前に看護師さんが粉ミルクを 20cc あげたらしいんですね。さすがにまだ飲まないんじゃないとかって言いながら、そしたら一気飲みで飲み干しちゃったらしくって、で、そのエピソードの通りと言いますか、私はめちゃくちゃ食べ物を食べることが好きなんですね。でそういう幼少期も青年時代も今も来てますし、なぜかなんか私が例えば実家に帰ったりすると、必ずと言っていいほど食べ物の贈り物があるんです。本当にたまたま、例えばふるさと納税の牛肉が届いた日とかなんか母の友人が送ってくれたぶどうが届いた日とか、多分ね、どれくらい 70% ぐらいの確率で来るんですよ、食べ物が。だからなんか食べることとか飲むことに縁があるのかなって思ったりしてます。なので初めて抱っこした時にどんな感情を抱くかなとかね、どんなお産になるかなとかね、怖がらずに楽しみにしていただくのもいいのかなと思います。はい、ちょっと長くなっちゃったんですけども、ここからですね、今からご出産を迎えられる皆様に、私からも心からエールをお送りしておりますし、もしご家族とかパートナーの方がこの動画を見ていたとしたら、本当に生まれることは奇跡中の奇跡だと思うので、ぜひ奥さんと赤ちゃんとか娘さんとか赤ちゃんとかいろいろなね関係の方がいらっしゃると思うんですけど、ぜひ一言お疲れ様と頑張ってくれてありがとうっていう言葉をかけていただきたいなと思います。私はお疲れ様もそうなんですけど、ありがとうが一番嬉しかったですね。こんなに頑張ってくれてありがとうって言われるのがこれほど嬉しいんだなっていうのも
きでした。だから私からね、できるのはここからエールを送っていますっていうことなんですけど、ぜひ皆さんもこれから迎えられる出産を迎えられる皆様に温かいコメントとかそういったものを送っていただけると嬉しく思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご清聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。